ゼータガンダム量産計画の先に RGZ91 リガズイ RGZ91 リガズイは1988年に公開された映画「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」などで登場したモビルスーツです。映画序盤ではアムロ・レイが登場し、ライバルであるシャア・アズナブルが登場するサザビーとの戦いを繰り広げたほか、アムロがニューガンダムに乗り換えて以降はケーラスーやチェーンアギなどが登場した機体でもあります。今回はそんなリファインガンダムゼータ、通称リガズイについて解説させていただきます。この2年間全部の頃には調査したんだが、まず機動戦士ガンダム逆襲のシャアという作品が小説、漫画、映画という様々な媒体で描かれています。富野義行氏によって第1項のシナリオが執筆された後、第1項が小説版逆襲のシャアベルトーチカチルドレンとして出来上がり、後年にはこちらをもとに漫画版ベルトーチカチルドレンが描かれました。一方で第1項がガンダム映画化委員会によって審査されて出来上がったのが劇場版逆襲のシャアとなり、劇場版に準拠した作品として小説版逆襲のシャアが刊行されました。こうして様々な媒体で公開された作品逆襲のシャアはそれぞれ機体や登場人物などが細かな点で異なっていますが、リガズイは一貫して同じ立ち位置で登場している機体です。宇宙世紀0088に起きたハマーン・カーン率いるアクシズ軍との戦いを描いた第一次ネオジオン構想において、アナハイムエレクトロニクス社はダブルゼータガンダムの開発に成功したものの、複雑な変形機構を持つムーバブルフレームは生産コストを引き上げてしまうため、量産化は不可能と考えていました。そこでダブルゼータガンダムが持つ高出力パワージェネレータを継承しつつも可変機構をなくし、コストパフォーマンスの高い汎用型モビルスーツとして RGM89 ジェガンを開発しました。こうして地球連邦軍から求められる汎用性を重視した機体の開発を行う一方で、グリプス戦役で大活躍を見せた傑作機ゼータガンダムを量産する方法を模索していました。ゼータガンダムは複雑な変形機構がゆえに、一般的なモビルスーツであれば胴体やバックパックに搭載しているジェネレータを逆度やハイブスタビライザーに集約させるという独特な構造になっているため、ピーキーな操縦性を持ち、さらにメンテナンス性が悪いという欠点を抱えていました。そこで量産化のために変形機構を少し簡略化して機体構造の信頼性を高めた機体であるゼータプラス A1 型を開発します。その後ゼータプラスは C1 型へ改修され、さらにコストパフォーマンスが向上していきました。そして可変型モビルスーツゼータガンダムの後継機としてゼータプラス以上の低コスト化を目指して開発された簡易変形型モビルスーツがリガズイとなります。基礎設計はゼータガンダムのモビルスーツ形態時を踏襲していますが、腕部などのパーツはジェガンと共通化することでコストダウンを図っています。さらにコストダウンのため可変機構は全てオプションパーツであるバックウェポンシステムに集約されました。これによって逆部だけはバックウェポンシステムとドッキングしている際に巡航形態を取れるよう変形機構を残していますが、それ以外の可変機構を省略したことでボディユニットにジェネレータを積むことができるようになり、出力が向上しました。こうして量産化を視野に入れてコストパフォーマンスの高い機体として開発されたはずのリガズイですが、実際はバックウェポンシステムを採用してもコスト低下につながらなかったため、ジェガンなど他の機体と比較するとコスト高になってしまい、量産には至らず1機しか製造されなかったとされています。ただし機動戦士ガンダムユニコーンではラーカイラムの格納庫に再配備されている本機の姿が見受けられます。可変機構を集約したバックウェポンシステムはベースジャバーなどのサブフライトシステムや G ディフェンサー、メガライダーなどを参考にして開発されました。大口径ビームキャノンと2機のビームキャノンを搭載することで攻撃力を増強しています。ビームキャノンが一斉射で巡洋艦クラスの艦艇を撃沈するほどの効果力となっているので、一気に敵機に接近して攻撃を行い、そのまま離脱するという一撃離脱戦法が可能です。ただしバックウェポンシステム装着時は動きが直線的になることから、敵モビルスーツに接近戦に持ち込まれると不利になるので、モビルスーツ形態に移行する必要があります。一度モビルスーツ形態へ移行すると再度装着することはできないと言われるバックウェポンシステムですが、エンターテイメントバイブル3では
再装着できないと明確に記述されているものの、マスターグレードリガズイの説明書やモビルスーツバイブルではドッキングコントロール機能が最低限しかないので、戦闘中に再度合体するケースはほとんどないとされています。さらに小説版ベルトーチカチルドレンではバックウェポンシステムをバックパックとして装着しているシーンが存在しており、小説版逆襲のシャアではフィフスルナでの戦闘後に回収して持ち帰っていることから、企画当初は再装着が可能な兵装とされていたのかもしれません。バックウェポンシステムどう使うかは俺次第か。武装はベーシックな構成となっています。メイン武装として重心上部にレーザーセンサーを装備したビームライフルを持ちます。メガエネルギーパックと呼ばれる E パックをストック下部に搭載しています。ビームサーベルはバックパック上面に収納されており、使用時につばの部分が左右に広がる独特の形状になっています。この当時の標準的な機能としてエネルギー消費を抑えるため、斬撃の直前までビーム波を発生させないようリミッターが設けられています。腰部サイドアーマーにはグレネードランチャーを2門ずつ装備しています。可動式になっており、発射時コックピットのターゲットに連動して対象に向けられる仕様です。劇中ではアルパージールを一発で撃墜していますが、アルパージールは堅牢な装甲を有していることから、ニューガンダムとの戦闘で損傷していたケーブパイプにたまたま直撃したので、一撃で致命打を与えることができたとも言われています。またゼータガンダムと同じように両前腕部に2門ずつグレネードランチャーを装備するほか、頭部バルカン砲を持ちます。頭部バルカン砲は漫画ベルトーチカチルドレンの劇中ではサイコ動画を大破させるほど強力な兵装として描かれています。シールドは裏面にハンドグレネード3発を装備しています。ただ映画劇中ではシールドはバックウェポンシステムを切り離した際に一緒に投棄などをしていたので、ハンドグレネードは一度も使用されませんでした。指の先端にはダミーバルーンを仕込んでいます。ダミーバルーンは本来は敵の索敵を妨害するための補助兵装ですが、本機のものには強力な機雷が仕込まれており、ヤクト動画の腰部スラッサーを吹き飛ばすほどの威力を持っています。リガズリーはアムロが設計に携わり開発されました。ベルトーチカチルドレンではジェガンでは非力と考えるアムロが強引に開発させた機体とされており、一方で小説版逆襲のシャアではゼータガンダムや百式の配備を望むアムロでしたが、ガンダムタイプのモビルスーツは地球連邦政府が恐れるあまり秘匿していたので入手できず、簡単にコピーができて強度が高いゼータガンダムのフレームを使用して開発しています。リファインガンダムゼータ使えるな。映画版逆襲のシャアの劇中では当初はアムロレイが登場し出撃します。フィフスルナの地球落下阻止のために出撃しますが、フィフスルナの核パルスエンジンを破壊することができず、地球への落下を阻止できませんでした。戦闘の最中、ギュネイガスが登場するヤクト動画を追い詰めますが、割って入ってきたシャアが登場するサザビーとの性能差に苦戦します。ベルトーチカチルドレンでも同様にグラーブガスが狩るサイコ動画と戦いを繰り広げますが、介入したナイチンゲールとの性能差に苦戦を強いられました。リガズリーはブライトノアから大丈夫かと心配され、同僚のケイラからも短期で前に出るのはやめるよう忠告され、チェーンからはホビーでしかないと酷評されました。パイロットであるアムロもピーキーな操作性が残る機体と感じており、さらにネオジオンのニュータイプ戦領域に苦戦を強いられたことから、新型機ニューガンダムはオーソドックスな操縦性を付与するに至り、さらに急ピッチで製造を進めることになっていくのです。アムロがニューガンダムに乗り換えてからはリガズイにはケイラが登場します。ムサカ級巡洋艦を次々に撃沈するなどの戦果を残しますが、再びギュネイが登場するヤクト動画との戦闘ではバックウェポンシステム、右腕、右足、左バックパックなどを失い捕獲されてしまいます。人質にされたケイラはヤクト動画のマニピュレータで握りつぶされ、帰らぬ人となってしまうのでした。その後ラーカイラムに収容されていたリガズリですが、チェーンがアムロにサイコフレームを届けるためメインエンジンを1機修理しただけの半壊の状態で出撃します。サイコフレームが多い方がアムロに有利なんです。クエスが狩るアルパージールと遭遇し、高出力メガ粒子砲を受けるもサイコフィールドで防ぐという能力を発揮しました。リガズイにはゼータガンダム同様バイオセンサーが搭載されていますが、チェーンが持つサイコフレーム単体の力なのか、
バイオセンサーも影響しているのかは明らかにされていません。最終的に一発の溶部グレネードランチャーが直撃し、アルパージールを撃墜しましたが、逆上したハサウェイによってチェーンは撃墜されました。なお、ベルトーチカチルドレンではチェーンの代わりにベルトーチカがリガズイに登場しており、細部が異なっています。リガズイと遭遇したグラーブがビームライフルを撃ちますが、お腹の赤ちゃんに殺したサイコフレームがサイコフィールドとなり、ベルトーチカを守ります。そして一発の溶部グレネードランチャーによってサイコ動画を撃墜しました。その後、ベルトーチカは生き残り、お腹の赤ちゃんを通じてアムロを助けることになるのです。リガズイはゼータガンダムの簡易量産機として開発されましたが、結果的にコストパフォーマンスの改善ができず、量産には至りませんでした。そこでアナハイムエレクトロニクス社はこれを改善するべく RGZ91B リガズイカスタムの開発を検討します。この機体は可変モビルスーツとしてリガズイを再設計し、アムロ専用機に仕上げた機体です。小型化したバックウェポンシステムを機体背面に搭載しており、連射が可能なビームアサルトライフルやハイパービームサーベルを装備しています。量産機を目指したリガズイと異なり、アムロ専用機を目指したことから、全体的に火力と機動力の強化が施されています。ただし、ニューガンダムを急増することになったため、本機の開発計画は凍結し、幻の機体となりました。そして、リガズイが残した課題を改善するべく、変形機構を大幅に見直した結果、RGZ90 もディゼルが誕生していくことになるのです。このリガズイが情けないモビルスーツだっていうのか。余談ですが、劇中でシャアは情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのかと発言しています。そのためリガズイが情けないモビルスーツと呼ばれることがありますが、これはリガズイではなくサイコフレームを搭載する前のニューガンダムのことを指していると言われています。劇中のシーンからは何を指しているのか明確な判断がしづらくなっていますが、プレイステーション版機動戦士ガンダム逆襲のシャアのムービーではニューガンダムの設計図を見ながら語る様子が描かれています。情けないモビルスーツと戦って勝っても意味がない。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。